皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日は7月21日火曜日の夜の11時25分です。見てください。早速これが京都祇園祭恋山です。ここに書いてくれてる恋山です。この通り見てください。この両サイドに提灯がついてて、これ多分恋って書いてあるんやろな。すごい美しい。いや京都ってほんまこういうのがいいよな本当に。もう前祭りの歩行者天国の日も終わって、前祭りの山鉾巡行も終わって、今これは後祭りの山鉾になります。今撮ってるのは。祇園祭は1ヶ月間開催されるんですけど、前祭りと後祭りっていうのがあって、で前祭りも山鉾出るし、後祭りも山鉾が出るみたいな。でちゃんと後祭りも前祭りも両方山鉾巡行があります。で次の山鉾巡行が、後祭りの山鉾巡行が確か24日やったかな。24日の朝。いやーでも前祭りはね本当は行きたかったんですけど、前祭りのあれは行きました。歩行者天国の日は行きました。で前祭りの歩行者天国の日は行って、ただ山鉾巡行はちょっと仕事がね忙しすぎて平日の真っ昼間やったんで行けなかったんですよ、ほんまに。ということで一旦10分ちょっとかな、10分ちょっとだけ前祭りの歩行者天国を行ってきたんで、一旦それを見てもらって、その後に、後祭りの、山鉾を一緒に歩いて見て回りたいなと思います。ということで皆さんいってらっしゃい。皆さんこんにちは。ザ京都のゆうごです。今日は祇園祭りにやってきました。すごっ。今日は7月16日で、この昨日と今日だけ、京都の中心地の烏丸とか四条通りがね、全部じゃないんですけど一部歩行者天国になります。今日はその歩行者天国の、様子をね撮っていけたらなと思っております。ということで行ってみましょう。一旦ここは烏丸お池の方にちょっと車止めて、今烏丸通りと、四条通りがクロスする、四条烏丸を向かっています。でもやっぱりね、もう見てわかるように前からすんごい人が来る。多分ね、今もこの僕と逆走してる方々はその祇園祭の歩行者天国を楽しんできた方ですね。みんなお祭りなんで屋台がすんごい出るんですよ。で屋台がすごい出るんで、そこでなんかねスーパーボールすくいとか、なんかくじ引きとかね、おもちゃとかなんかそういうのは、この左のコードがほらめっちゃおもちゃ持ってる。いいな、祭りらしいな。こんな感じで歩行者天国になります。こっちもなんかあるけど、一旦その四条通りのすんげえ人混みを目指します。
お、近づいてきました。スターバックスのところぐらいから歩行者天国です。本当やったらね、車が4車線あるんですけど、今日と昨日の2日間だけ歩行者天国になって、両サイドに屋台が大量に出てくるという感じです。うわ、やば人。ガパオライスとか売ってる。お祭りっぽいな。もうここからもう人がすごくなってくるんでね、全然進めなくなってきます。しかも俺ら最初やからさ、全員もしかしたら時間ない。こんな感じです。すげえ。本当やったらここは4車線あるんですけど、いつもやったらこんな感じで、今日と昨日だけ歩行者天国になります。で、歩いてると山鉾が何個かあるはず。あっちもあるし、こっち向こう。お祭り繁盛してるんやろな。屋台とか儲かるんやろな。すごい。いかがでしょうか皆さん。これが日本三大祭りの京都祇園祭りです。スーパーボールすくい。めっちゃ繁盛してる。イカ焼き。このタイミングで冷凍みかんめっちゃいいな。肉巻きおにぎり。いや、普段やったら全然来ないようなところでも、今日だけはね、このビジネス街なんでね、あんま学生とかあんまり来ないと思うんですけど、このタイミングだけ多分すごい若い子が多くなってます。すごい。ちなみにですね、この人混みが嫌になった人は屋台の後ろに行ったら空いてます。空いてる。だから暑いし人混み嫌やって思う人はぜひこの屋台のね、この
後ろ歩くと結構道空いてるんでスムーズに歩くことができます。それにしても暑い。よっしゃ。もうカフェも今日は絶対儲かってる。ここ大体いつも席何席か空いてるんですけどね、今日も絶対空いてるわ。今日も絶対空いてるわじゃない、今日は絶対満席やわ。屋台の後ろは結構空いてます。でこういうね細い道も歩行者天国になってます。道路が車が走れなくてね。お、なんか警察がめっちゃいる。なんかあったんかな。缶ビールが落ちる。つまり俺らではないな。缶ビールが落ちる。でも俺らではない。なんやろ、女の子が警察に囲まれてました。まあ、お祭りはね楽しい反面ちょっと治安も悪くなりますから、皆さん気をつけてください。大通り沿いばっかりねみんな行っちゃいがちなんですけど、実はねこういうね細い道にも山鉾があったりします。こんな細い道にどうやってあんなね12トンもある山鉾を置いとくねんって感じなんですけど、もう完全にこの道幅ほぼ 100% 使ってね山鉾が設置されます。今から以上から案外こういうね外れた方がいい店あったりするんですよ、祇園祭は。ほら僕の大好きな串カツ居酒屋あいよ。満席や。あいよ満席。あ、出てきてくれた。あいよ今僕の YouTube チャンネルの撮影をしています。 YouTube チャンネルの撮影で、はい、満席ですか？もう満席でございます。あ、そうですか。じゃあまたちょっと一周回ってきますやっております今。ありがとう。バイバイ。お疲れです。いや、あいよのスタッフはねみんないい子なんですよ。接客も良くて、あんなね金髪でねちょっと怖そうな見た目なんですけど、彼もいい子で、僕も店しょっちゅう行くんで皆さんぜひ行ってみてください。うわ、あっち皆さん見えますかね、これ提灯、あそこに山鉾があります。山かな、あれは山っぽい。屋台の後ろに山があります。でこの通りは結構ねこんな感じで提灯がいっぱいついてていい感じに風情があります。この道めっちゃいいっすよね、両サイドに。確かねこの通りぐらいですよ。
うやって両サイドに提灯が立ってるのはめっちゃいい感じってな感じで、結構ねこんな感じで歩行者天国なんで、ちょっとあと1時間か2時間ぐらいずらしてね、人がいなくなった後の祇園祭の映像につなげたいと思います。その方が山鉾も綺麗に見えるし、ということで一旦バイバイ。皆さんお帰りなさい。ということで前祭りの、歩行者天国いかがだったでしょうか。前祭りの歩行者天国を見ていただいたので、続きまして、後祭りの山鉾を見ていきたいなと思います。止まれ、一旦止まれって書いてある。車の話かな、これは。人は通っていいよね、さすがに。これはなんて読むんだろう。上明山、上明山です。上明山が正解。いやー、これもまた美しい。この祇園祭りといえば、夜にね、みんなが、人だかりのある中でこうやって京都の街を、歩行者天国の日に回るっていうのが、小学生の時とか中学生の時の僕の楽しみ方ではあったんですけど、友達とかね、その時いた恋人とかと一緒に祇園祭りの歩行者天国を一緒にね、屋台でチョコバナナとか買って楽しむっていうのはその時の楽しみ方の一つでもあったんですけど、京都に観光したらぜひこの山鉾巡行の前にですね、こうやって本当一日中丸2日間ぐらいかな、山鉾がこうやって固定されてるんですよ、置かれて。ぜひこれを見て楽しんでいただきたい。ほんでね、見て分かる通りほんま人ゼロなんですよ。ほんまに人ゼロ。いるんですけどね、ちょっとはもう完全ゼロちゃいますよ。上げ足取らないでくださいね。完全ゼロじゃないですけど、こんな感じでねいるんすよ。山鉾がこうやって固定されてるんで、ぜひねこの山鉾を皆さん夜にねブラブラしながら見て歩いていただいたらいいんちゃうかなと思います。そう、この上明山、皆さん上明山覚えてくださいね。この上明山の雨が降るとここに水たまりができます。水たまりができます。この水たまりがですね、なんかいつもねここのお店の方が水をどうやら溜めてるっぽいんですけど、見てください。反射して見えるんです。これどうやったら綺麗に映るんだろう。こうかな、わかる？この反射して見える感じ。そうなんですよ。これがまたいいですよね。なぜかここのコンクリートがへこんでこの水たまりができても奇跡的にねこうやって反射して綺麗に映ると、奇跡的に綺麗なフォトスポットが生まれています。実はこのフォトスポットねすごい写真撮らはるんで、日中というか夜中にね7時8時に来たらここに行列できてますっていうのが上明山。いや上明山もいいです。いやまだでもなんか小さめの山しか見つかってないから、ちょっとそろそろ鉾を見つけたい。鉾か大きめの山見つけたい。大きくなるとですね、山鉾は12トンぐらいあります。12トンぐらいをもうほんまにね何人も人を使って引っ張るというふうなのをやってまして、で曲がり角になると辻回しって言ってね回さはるんですよ。この鉾を90度3分か4分ぐらいかかるんですけどね、この回すのに。それもねまた見どころの一つなんですけど、それが見れるんが24日の山鉾巡行です。山鉾巡行、これなんて読むんやろ。国王山わかんねえな。なんか毎度ね祇園祭はもう撮影 4回目なんですけど、
4回目か3回目3回目かなぐらいなんですけど、いまだに覚えられへん、なんて読むか。あ、黒主山みたいです。黒主山、こうやって木の板に書いてあるんでね、一個一個。皆さんぜひぜひそれを見ていただいたら、もう解説まで書いてありますから、まあ、今はねこの動画では長々と読めませんけど、解説まで書いてあります。これなんか桜とか梅かな、梅が乗ってる。桜梅どっちやろ。分かる人コメント欄に書いてください。すごい、これもこれでまたすごい。でこの恋山とかがある通りはですね、これ何通りか分からんのですけど、恋山とかがあるこの北に一直線の通りにこれがあります。これはもう毎度のことなんですけどね、前祭りでもありますけど、こうやってね、なんかこれ謎なんですよね。これのことについて詳しく分かる人もぜひなんかコメント欄に書いてほしい。なんか288匹の鯉が描かれてるみたいです。いやほんまにでもここの道とか歩いてるとなんかタイムスリップした気になりますよね。見てくださいよって、ここだけ見たらもう現代ではないですよ。少なくとも消火器ぐらいかな、現代っぽいの。いやもう京都ってほんまにタイムスリップしたみたいになるから、そういうところがいいんですよね。ほんまに僕もね、京都生まれ京都育ちで何度も京都を離れようと思ったんですけど、いや京都離れることできないんですよね。ほんまいい場所すぎて、最近なんか実は月の3分の1ぐらいは日本じゃなくて海外にいて、海外で仕事してるんですけど、主にマレーシアとかね、東南アジアにいるんですけど、ほんまにねやっぱ京都やなってなるんですよ。ほんまにマレーシア最初いいな、住みたいなとも思ったんですけど、やっぱ京都やなってなります。こっちは何もないや。こっちは何もない。こっちなんかある。こっちもなんかある。一旦こっち行こう。いやいいな。いやそして日本京都めちゃくちゃに暑いです。日中今日38度を記録したようで、もうほんまに熱中症になりますよ。こんなん気ぃつけてください。昼間から結構毎年あるんですけど、山鉾巡行を見に来てらっしゃる、ご高齢の方がね、毎年絶対に倒れるところを見かけます。去年も僕一組見たんですよね。頭コーンって打たはってめちゃくちゃ痛そうやったんで、もうでも意識飛んではるんでもう分かんないですけど、すぐ救急車運ばれていきました。そういうのもあるんで、水分補給と塩分補給は絶対にしていただきたいのと、必ず熱中症対策、帽子かぶるなり日傘さすなり。でも日傘もねさしたら前の人に迷惑ですからね、そういうのもいろいろ考えながら熱中症対策していただければなと思います。本当いやでもめちゃくちゃいいですよこれまた。これはなんだ、何山だ。縁の行者山。なんかまた難しい名前。この山鉾はですね国宝みたいです。国宝なので24時間警備員さんがね常に見張ってらっしゃいます。いたずらする人とかもしかしたらいるかもしれへんもんね。いやこのまた布がかっこええな。この柄見てくださいよ、めっちゃかっこいい柄。ほんまに。いやこんな感じ。もうステージが用意されてます。縁の行者山ステージが用意されてます。
すごいかっこいい。かっこええでほんまに。みんな提灯つけちゃって、いやなんかわかる。これなんか通り抜けたらいいことありそう。あ、縁の行者山って飾られてる。すごいよ。縁の行者山でした。よっしょ。続きまして、あ、そうそう、前祭りの動画前出したんですけど、前祭りの動画の時はちょっと未完成なね山鉾を皆さんにお見せしていたと思います。ただ今回は前回未完成なね、前祭りで未完成な山鉾をたくさん、皆様にお伝えできたので、今回は、完成版のね山鉾を、一緒に見ようという動画になってます。そうでした。それを伝えるの忘れてた。そう、いや、ほんで山鉾巡行は行きたい。24日後祭りの山鉾巡行はちょっと僕行こうと思ってます。僕の動画らしくですね、なんか一回その定点で山鉾巡行を、1時間半か2時間ぐらいの動画にするっていうのをやったんですけど、なんかちょっと僕の動画らしくないなと思ったんで、僕の動画らしくね、歩いて先頭から一番後ろまで逆走してね撮っていこうかなと思ってます。その動画の中で辻回しとかも見れるんちゃうかなと思います。結構ね、これこのチャンネルのいいとこなんですけど、僕が身長184センチありまして、結構いい角度から見れるんですよ。皆さんね、ほんまに前で傘とか刺されへん限りは結構見えるんですよね。僕実はこれ高身長の特権やと思ってるんですけど、家の中で頭を打ったりはよくするんですけど、結構ねこの184センチあるんで、そんな僕がちょっとね手を上に伸ばしたりすればもうなおのことなんですけど、いい角度から辻回しとかも見れると思うんで、皆さん楽しみにしておいてください。お、これは結構豪華系なやつや。すごい。まだ電気ついてるし。高山って読むんかなこれ。うわ、これ読み仮名振ってない。これぐらい漢字読めるやろっていうふうに思ってるのかな、京都市は。高山読み仮名振ってないわ。豪華です。めちゃくちゃに豪華。これは多分10トン級ちゃう。10トン級、めちゃくちゃでかいサイズのやつ。さっきの山とは全然ちゃう。やっぱりなんか山の中にも、山って結構ちっちゃい系が多いんですけど、山の中にも結構こんな感じでね大きい系あるんですよ。でこれ確か多分登れるんや。これなんか買い物すれば登れるんですよ、この階段から。マジすげえよな。マジすげえ。でこんな感じで提灯がねあって、これに寄付とかしてはる人の名前が書かれてます。続きましてこっちかな、北畑山かな。ちょっと山ばっかりやな。鉾が見たい。鉾が知りたい。
提灯ない。これはこれでレアな気がする。なんでやろ。壊れちゃったんかな。もうこれも見て。これもう絶対100年前からある建物やんこれ。すごいわ、かっこいい。あ、なんか提灯がない。どこもかしこも。さあこれは何山でしょうか。八幡山です。八幡山ではないです。八幡山です。八幡山。いや、いいですね。いいです。八幡山はどんな山なんでしょうか。なんか特徴は一本だけある松。これ松が特徴。なんかさっきのは桜と松とかやったけど、こうやってシンプルな松一本というのもあります。このカゴみたいなの何なんだろうね。木の根元にあるカゴみたいな、あれは何なんだろうか。ここにも木桜というか、こうやってお酒がね検出されてます。八幡山。いやー、かっこいい。あれ、ほんまに鉾に出会えへん。鉾に出会いたいんだけど、山ばっかりだ今のところ。まだこれも山や。これ北観音山。北観音山です。北観音山。これも山やけどでかい系や。10トン級のやつや。これもはい。北観音山合ってるのでしょうか。北観音山でした。正解。これはでかいやつや。これはでかいやつ。でかいよ。いいね。これ多分ね、10時ぐらいまで電気ついてるんですよね。僕みたいに10時11時半とかに来る人はね、光ってるの全然見れないんですよ。ちょっと残念なんですけどね。北観音山、今だ鉾見つからず。もうどこに鉾が出てくるんや。これも山や。南観音山。北があるということは南もあるということで、こちら南観音山になっております。南観音山も結構でかい系かな。山なんか木でかいし、めっちゃ上に見えますかね皆さん。これ結構上まで木生えてるんですけど、でかそう。これもしかもこれやっぱ乗れるタイプのやつや。上になんかお金寄付とかしてたら乗れるタイプのやつや。南観音
山です。南観音山、これは乗れるタイプのやつです。風が強くないのに提灯がめっちゃ揺れてる。ここもなんかあれかな、寄付とかなんか買ったりとかしたら登れるんかな、これは。配管1000円、1000円寄付すれば登れるみたいです。南観音山、めっちゃええやん、かっこよすぎやろ。いいね。さあさあさあ、これで北側は一通り網羅できたんじゃないでしょうか。続きまして南側に行きます。そうそう、なんか SNS を見てたらですね、清水寺の近くの清水道っていう道があるんですけど、そこでタバコを吸ってるね、観光客の方がいらっしゃいまして、その観光客にまじ切れするおばあちゃんの映像がね、ショート動画で流れてきたんですけど、一応ですね、京都は路上喫煙禁止になっておりますんで、別に清水道とかだけじゃなくてですね、こういった道でも路上喫煙はねしないようにしてください。観光に来るとね、現地のルールとか分かんないんですごく、気持ちは分かっちゃうんですけども、できる限りね、こうやってこういうほんまに大事な重要建築物がたまに眠ってたりするんで、多分ねこれとかもすごい貴重じゃないですか、この建物とかも。なんかこういうのがたまにこういうところにねあったりとかするんで、京都はね、別にこれに限らずなんですけど、家が燃えたりとか、最近の建物は燃えにくくなってはいるんですけど、もう100年前の建物とかざらにあるんで、燃えやすかったりするんで、ぜひタバコとかはね吸っていい場所で吸っていただければなと思います。この辺やったらどこなんやろな、僕タバコ吸わないから分かんないんだけど、タバコ吸えるご飯屋さんとかね、飲食店とかありますんで、そういう場所で吸ってもらうか、喫煙所みたいなのがあると思うんで、そこで吸ってもらうかになると思います。ちなみにこれは四条通り。この四条通りには僕の大好きな居酒屋あいよもあります。もう京都に来たらぜひ皆さん京都のね京串揚げっていう京都でしか食べれない串カツ屋さん、大阪の串カツとはまた一味違うね京串揚げあいよっていうお店があるんでね、ぜひ皆さん行ってみてください。ほんまめちゃくちゃ美味しくてめちゃくちゃ安いです。僕あいよ行って4000円超えたことないんですよね。もう結構僕身長184センチ体重73キロで結構食べるタイプではあるんですけど、そんな僕でもめちゃくちゃ飲んでめちゃくちゃ食べて4000円超えたことないんですよ、本当に。結構いつも満席で、どこの店舗も。いやだからめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ皆さん行ってみてください。ほんまね、地元民がこういう中愛して、正直月2以上通ってる人めっちゃ多いと思います。それぐらいいいお店なんでね、ぜひ皆さん行ってみてください。とお話ししてたら大船鉾、ようやく鉾に出会いました。前祭りでは船鉾かなあったんですけど、後祭りになりますと台がついて大船鉾になります。こんな感じで鉾の先端に何か
生き物がね飾ってあったりしますけど、前祭りも後祭りもこの船鉾は結構独特な形をしています。大船鉾と船鉾確か結構似てるはず、形状としては。なんかやっぱり船の形してるんですよね、船鉾というくらいなんで。ほらなんか船尾なんか方向転換するやつがあったりとかね、なんか他の山鉾とはまた違う形状をしています。これにもちゃんと車輪ね、タイヤがついてます。これ皆さん見えますかね、暗いし見えないかな。反対側やったら見えそう。やっぱさすがにね10トン級を支えるんで結構大きな車輪になってるんですよ。本当にこれ見えるかな、見えないかな、見えへんか。難しい。でもこの大船鉾も上から登ることができるようです。いいね、いいですね。ぜひぜひ皆様、祇園祭に来た際はですね、船鉾とか大船鉾とかね、いろんな山鉾が上に登れるようになってますんで、ぜひぜひ見に行っていただければと思います。何この建物、めっちゃ綺麗や。なんなんやろ、何屋さんなんだこれは。バーだって、すごいおしゃれなバー。いやで多分このままこっち左に曲がります。左に曲がってもう一回左に曲がると、前祭りでは鶏鉾やったかな。後祭りでは何になるんやろ、なんかいるはず。なんか山鉾もなんもないけどあるよ。鉾の名前が刻まれてます。後祭りはですね、山鉾巡行だけになりまして、歩行者天国でね屋台が出たりっていうことはないんですけども、それ以外は前祭りと一緒。多分観光祭とかもあるんちゃうかな。もうこの前鉾引き初めもありましたからね。おとついかな、鉾引き初めっていうなんかその山鉾巡行の予行練習みたいなのがありました。そう、ここ右曲がったところもあったはず。あ、ここ後祭りじゃないんだこっち。じゃあこっちか。あれこっちもない。あれもう終わり、もしかしてもう終わりですか。あ、終わりか。終わりだ今。でも恋山見たしな、常妙山。結構今のでも全部見たかも。橋弁慶山っていうのが
あるみたい。最後ちょっとそれだけ橋弁慶山見て終わりにしましょうか。いや暑い。やっぱね、日中38度もあるでしょ。夜もそこそこ暑いんですよ。なんか別に日がなんていうの、直射日光が当たらへんだけで、多分ね今何度あるんやろな、これ30度ぐらいある気するよ。結構僕今汗だくですもん。何度かな、今31度。ほら夜も31度ですからね、ほんま大変ですよこれ。これちなみにね、日中撮影してるとどうなるかっていうと、カメラが止まるんですよ、熱暴走して。だからほんまにね、この真夏の昼の撮影って本当に難しい。日焼けもするし、なんかいつも対策として冷えピタ二重で貼るんですけど、それぐらいしか対策できへんくて、それでももう無理やったらもうほんまに無理なんですよね。でも冷えピタ貼ったら大体いけるんですよ。結構カメラの熱暴走に冷えピタめっちゃいいって皆さんね、 YouTuber の皆さん言ってはるんで、ぜひカメラを撮る方いらっしゃったらぜひ冷えピタ貼ってみてください。いやー、ほんまに。いやーでもちょっと観光客の方がね、何人かキャリーバッグを引きずりながら歩いてらっしゃいます。まあそんな時期ですもんね今ね、ほんま。今日山ぼこが全部完成して、でホテルとかでホテルじゃない、あさって山ぼこ巡行ですよ。だから結構時期としては今の時期にね、今日から泊まって明日明後日でまあ3泊ぐらいかなして、帰ると京都のいい旅行になるんじゃないでしょうか。結構今年ね、ホテルの料金見てるんですけど結構安いんですよね。なんか祇園祭りやからといってあんま高くなってなくて、ホテルがなんか普通に探したら6000円、1泊6000円、2人でビジネスホテルみたいな感じですけどね、当然ちょっと狭い感じの。でもそんなんでもいいよっていう人やったら6000円で2人とかで泊まれるホテル結構あります。僕いつもGoogle マップでその地域のホテル調べて、でそこからアゴダとかに飛んで予約するんですけど、結構6000円とかであるんですよ。結構今いいかもしれない。確か地図上ではこの辺りなんですけどね、橋弁慶山どこやろ。錦小路通り、これちゃうん、錦小路通りって。錦小路通りこれでしょ。ない恋山はあれ、橋弁慶山あるはずやのにない。なんでや。いやー、ちょっと皆様、これはもしかしたら橋弁慶山見つからずこの動画終わるかもしれません。ここさっき通りましたもんだって、確か。いや通った気するんだけどな、僕カメラ回しながら通った気する。しかもどうやったかな。
ここかな、もしかして恋山町名、ここじゃない？いや、これたこ焼きし通りや。だって愛用あるもん。愛用烏丸たこ焼き店があるから。あ、いや、ここで貼ってたんや。チャット GPT ミスってるこれ。これ今こんな感じでチャット GPT に場所を教えてもらってるんですけど、これ橋弁慶山、これがこれや、橋弁慶山あった。ラスト山見つけました。橋弁慶山。香りすごい。これ皆さんに香り伝わらへんのが嫌やけど、なんかヒノキの香りがすごいです。うわ、めっちゃヒノキの香りすごいわ。ヒノキ風呂入ってるみたい。でもこれの山はまだ上の部分はつけられてないですね。なんでだろう。ちょっとなんか壊れやすいんかな。ちゃんと提灯の色もついてた。名前は合ってるかな。橋弁慶山、合ってるじゃん。これで今回の後祭りの山鉾はコンプしました。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますんでよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。英語じゃなくても日本語じゃなくても大丈夫です。ということで、次はおそらく山鉾巡行行けるはず。後祭りの山鉾巡行、その日はお仕事をお昼休みにしています。行きたい。ぜひ皆さん撮ってくるんで、また動画楽しみにお待ちください。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。この橋弁慶山の裏には僕の大好きな居酒屋、この動画の中でも何度も言ってるんですけど、大好きな居酒屋の愛用があります。普通は愛用って1時ぐらいまで開いてるのに、ここの愛用はもう閉まってる。11時ぐらいまでやったっけな。営業中の看板もあるけど、いや、ここにね、この居酒屋みんないいんでね、突き出しがキャベツ食べ放題で、300円ぐらい取られるんですけど、でも、生ビールが280円でハイボールが180円とかなとかで飲めるんで、串カツもめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さん行ってみてください。じゃあバイバーイ。